海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は公式の発表を確認した上で実際に自分たちの手で動かして確かめる回です。新しく出たオーパス5公式にはフェーブル5に半額で迫るって言われてるんだよね。そうです。でも同じお題をオーパス5、フェーブル5、ソネット5の3つに一発ずつ投げて実際の請求額を計算したら回転する六角形のお題でオーパス5は2ドル70セント、フェーブル5は55セントでした。あれ、それって半額どころかオーパス5の方が高くない？はい、およそ5倍です。公式の主張と実測が逆向きに出ました。今日はこの数字を一つずつ公式発表と自前の実験の両方で見ていきます。これマジ？全部見せて。そもそもオーパス5ってアンソロピックのモデルの中でどういう位置づけなの？アンソロピック自身の発表によると上位モデルのフェーブル5が持つフロンティア級の知能に半額で迫るモデルだそうです。半額ってことは値段は結構安いんだ。価格はアンソロピック公表で入力100万トークンあたり5ドル、出力100万トークンあたり25ドル。これは一つ前のオーパス 4.8 と同じ値段です。アンソロピックによると発表当日の2026年7月24日から全プラットフォームですぐに使えるようになりました。同じ値段なのに中身は上のクラスに近づいてるってこと？アンソロピックはそう説明しています。中身がどれくらい本当にフェーブル5に近いのか公式ベンチマークの数字から見ていきます。具体的にはどのベンチマークで強いって言ってるの？アンソロピック公表で5つ挙げられています。フロンティアベンチ V0.1 で綿の全モデルを上回りオーパス 4.8 の2倍を超える性能をより低いタスク単価で出したそうです。カーソルベンチ 3.2 ではマックスエフォートでフェーブル5のピークスコアの 0.5% 以内に迫りながらタスク単価は半分。タスク単価が半分ってそこが効くんだ。 ARC、AGI3 では時点モデルの3倍のスコア。ザピアー、オートメーションベンチでは同じタスク単価で時点モデルのおよそ 1.5 倍の合格率。OS ワールド 2.0 ではフェーブル5の最高結果を3分の1強のコストで上回ったとのことです。数字だけ聞くとすごい全部買ってる感じ。ここでこのチャンネルが必ずタイで紹介したい部分があります。アンソロピックは同時に自分たちで見つけた限界も3つはっきり書いています。サイバーセキュリティでは脆弱性を実際に悪用する能力の面でミトス5という別モデルにまだ大きく劣っていると明言。生物学の分野では長時間にわたる自律的な研究作業にまだ重要な限界があるとしています。強いところだけじゃないんだ。そしてデュアルユースの危険な能力についてはオーパス5はフロンティアを前進させていないとも書いています。誤用のしにくさとかはどうなの？アンソロピックは直近のモデル群の中でオーパス5が最も誤用に引っかかりにくいとも説明していますが、これは直近の中での比較であって同社史上最高という言い方は当てはまりません。強みと限界両方セットで見るのが良い読み方だと思います。こういうベンチマークの数字って実際に使う時の体感とどれくらい一致するものなの？そこがまさに今日のテーマです。ベンチマークは決まったテスト環境での結果なので、自分たちが普段使うようなもっと自由な指示を投げた時にも同じ傾向になるかは別に確かめる必要があります。もうここまでの話全部アンソロピック自身が言ってることだよね。他の人が確かめた話はないの？そこ私たちも気になって検索してみました。今出回っている記事はどれもアンソロピックの公表値をそのまま転載しているだけで、第三者が独立に同じベンチマークを再現した結果は今のところ見当たりませんでした。まだ誰も検算してないってこと？断定はできません。現時点では公表値ベースの情報しかなく、独立した再現はこれからです。だったら私たちが自分でお題を投げて試すしかないね。はい。ベンチマークほど大規模ではありませんが、同じお題を3つのモデルそれぞれに投げて自分たちの目で結果を確かめることにしました。コードを書かせる系のお題にしたのはなんで？物理シミュレーションは動いた、動かないが誰の目にも一発でわかる上にコストや時間まで一緒に測れます。実際に自分でモデルを選ぶときに参考になる情報を実演で見せたいと思いました。どうやって実験したの？やり方はシンプルです。完全に同じプロンプトを完全に同じ環境でオーパス5、フェーブル5、ソネット5それぞれに1回ずつ投げました。比較に使うのは各モデル1回ずつの感想結果です。コマンドはこの形です。モデル ID を明示して指定し、返ってきた JSON の中のモデルユーセッジという項目を毎回確認します。ここに実際に応答したモデル名がそのまま記録されるので、狙ったモデルが本当に答えたかどうかの領収書になります。モデル名の領収書か。
それは確実だね。そうです。指定したつもりが、実は別のモデルが答えていた、という勘違いを防ぐための手続きです。プロンプトも実行環境も同じ日、同一環境で揃えています。1回ずつって本当に一度も取り直してないの？1箇所だけ例外があります。オーパス5のカーテンは最初の試行を私たちが設けた実行時間の上限で打ち切っていて、その分は比較から除外しています。今日お見せする数字は上限を伸ばして再実行した感想分です。詳しくは最後にもう一度説明します。何回か試して良い方を選んだりはしてないの？していません。これは各お題1回ずつの実験で、統計的なベンチマークではありません。回数を増やせば結果が変わる可能性は十分あります。今日の数字は触ってみたら実際にこうだったという1回性の記録として見てください。ここからは実際に投げた2つのお題を1つずつ見ていきます。まずは回転する六角形の中でボールが7個跳ね回るアニメーションです。プロンプトはこの通り、3モデル完全に同一です。判定はどうするの？見た目だけだと分かりにくそう。客観的な判定として六角形の中心からの距離が六角形の外接円の半径を超えた球だけを明確に脱出と数えます。六角形は外接円に完全に収まるので、これを超えたら誰が見ても脱出です。逆に言うと、これは保守的な判定で、際どく壁の外に見えても外接円の内側なら脱出とはカウントしません。生成にかかった時間とかも見るの？はい。生成時間、コスト、やり取りしたターン数、出力されたコードの文字数までまとめて比べます。ちなみに検証用のフックをコードに実装できていたかも見ましたが、これは3モデルとも実装できていました。まずオーパス5です。生成に531秒、19ターンかけていて、コストは$2 70セント、ボールの脱出は0、7でした。19ターンって結構やり取りしてるんだね。次にフェーブル5、86秒、たった1ターンで書き切っていて、55セント、脱出はこちらも0、7です。動きが一番滑らかですっと自然に見える。3つの中だとフェーブルが一番それっぽいかも。最後にソネット5、95秒、2ターン、27セント、脱出は同じく0、7ですが、ソネット5だけ頼んでいない。クリックすると衝撃波が走る機能を勝手に追加していました。頼んでないのに機能が増えてる。それは正直意外。見た目の印象としては3つとも一定のクオリティは確保できていました。その上でフェーブルが一番自然な動き、オーパスはすごく派手な演出、ソネットはやたら地味な動きという印象です。あと外接円半径に対する最大到達距離の実測比はオーパスが 0.921、フェーブルが 0.934、ソネットが 0.894 でした。出力されたコードの文字数ってそんなに差があったの？オーパス5が18093字、フェーブル5が9527字、ソネット5が12179字でした。オーパス5は19ターン使っていて、コード量も3モデル中で最長でした。動いた、動かないに加えて性格の違いがちゃんと見えるね。2つ目のお題は風にはためくカーテンです。実物の布は伸び縮みしにくいので、リンクの伸び率がそのまま布らしさの客観指標になります。伸びにくいリンクで布を再現できているかどうかが今回の客観的な物差しです。伸び率が小さいほど布らしく、破綻したシミュレーションでは数十%からないぬ、計算不能まで暴れます。オーパス5、485秒、1ターンで完走、コストは$1 23セント、平均リンク伸び率は 0.13% でした。エーブル5、164秒、1ターン、74セント、平均伸び率は 0.17% です。ネット5、253秒、1ターン、40セント、平均伸び率は 0.03% で、3モデルとも 1% を下回っていて、いずれも布としては成立していました。布を作る時の粒の細かさとかも違った？質点の数で言うと、オーパス5が1026個、リンク1987本、フェーブル5が1536個、リンク2992本、ソネット5が448個、リンク2470本でした。今回は質点数の多さと伸び率の低さの順位が一致しませんでした。へえ、六角形の時はフェーブルが一番自然だったのに、カーテンだとどうだったの？ここが今日一番面白かったところです。見た印象では、オーパス5のカーテンはフェーブル5と比べて遜色ない。むしろ若干オーパス5の方が自然な動きをしている気もします。今回の2題では、難しいお題になるほどオーパス5の価値が出てくるという筋でした。それって見た感じだけの話だよね。数字でも同じ傾向になってる？ここも確認しました。伸び率の数字で見ても、オーパスが 0.13%、フ
フェーブルが 0.17% で、オーパスの方が小さい、つまり布らしいという結果です。主観の印象と客観の伸び率が同じ向きで一致していました。冒頭で言ってた5倍。あれもう一回ちゃんと聞きたい。改めて整理します。アンソロピック公表では、カーソルベンチ、3.2 でオーパス、5のタスク単価はマックスエフォートでフェーブル、5の半分、と説明されていました。でも私たちが六角形のお題で実測すると、オーパス、5は2ドル70セント、フェーブル、5は55セントで、オーパス、5の方がおよそ5倍高くつきました。完全に逆じゃん。理由はトークンの中身で説明がつきます。オーパス5だけが19ターン使って書いたコードを自分で検証しに行っていて、その過程でキャッシュ読みトークンが102万トークンまで膨らんでいました。フェーブル5は1ターン1万5000トークンほどで書き切っています。ボールは7個とも脱出してないのにトークンだけ102万まで飛んでいったの？続いてカーテンの方も見てみます。カーテンは両方とも1ターンで済んでいて、1ドル23セント対74セントの 1.7 倍差まで縮みます。今回の2台では19ターンの自己検証が入った六角形で差が大きく、両方1ターンだったカーテンでは 1.7 倍まで縮まりました。同じ組み合わせなのにお題一つで 1.7 倍から5倍まで開くんだ。はい、今回の2台で見えた差です。なんでオーパス5だけそんなに自分で確認したがるの？アンソロピック自身が公開している移行ドキュメントにも、オーパス5は言われなくても自分の作業を検証する。だからむしろ人間側が用意する検証の仕組みは削っていい。という趣旨の記載があります。今回六角形で見えた19ターンの自己検証は、まさにこの記載通りの挙動でした。例えるなら、フェーブル5は1回で納品するタイプ、オーパス5は納品した後も自分で検品工程を何度も回すタイプです。じゃあ、公式の半分と今回の5倍はどうすれば両立するの？そこは公式の主張も合わせてみておきたいところです。タスク単価はマックスエフォートで半分。というのはカーソルベンチという特定のベンチマーク環境での測定値です。決まった設定の中で測るベンチマークと、こちらが何も指示しないまま投げるだけの元のプロンプトとでは、モデルが自分でどこまでターンを使うか選ぶ余地が違います。元のままプロンプトを投げると、オーパス5が自分の判断で自己検証に回る分、実際には高くつくことがあるというのが実測で分かったことです。自分たちが使ってる AI の請求書まで検算しちゃうチャンネル、なかなかないと思う。よかったら登録しておいてね。次に新しいモデルが出た時も同じやり方で実測するよ。スルの報告値を鵜呑みにせず、公式の料金表からトークン数×レートで再計算しました。入力、出力に加えて、キャッシュの読み書きにもそれぞれ別の掛け率があって、比較に採用した6つの感想実行で小数点6桁まで完全に一致しました。数字が合ってるってことは、この5倍差は本物ってことだね。そういうことです。公式料金表では、ソネット5には100万トークンあたり入力3ドル、出力15ドルの通常料金が適用されていました。急いで安く済ませたい時と、多少時間とお金がかかっても自分で確認までしてほしい時とで、選び方が変わりそう。そこは今日の実測が参考になると思います。今日測ったのは1回ずつの結果なので、断定は避け、あくまで参考程度に見てください。同じ質問をカーテンで聞かれたら、答えは変わる？変わります。カーテンは両方とも1ターンだったので、差はもっと小さくなります。お題そのものが選び方を左右する材料になります。お題によって顔が変わるの面白いね。 AI の答えが価値観によってどう歪むかを検証した回もあります。気になる人はそちらも見てみてください。今日はオーパス5とフェーブル5、ソネット5に同じお題を投げて、公式発表と実際の結果を両方見てきました。アンソロピック自身が強みと限界を両方公表していて、私たちの実測でも六角形と布、どちらも一定のクオリティを確認しました。最後に3つお伝えします。まず、これは各お題1回ずつの N=1 の記録で、順位付けではありません。次に、オーパス5のカーテンには実は1回目の実行があって、そちらは私たちが設けた25分の実行上限に達して打ち切ってしまいました。原因はこちらが途中で切ったことで、モデルの失敗ではありません。上限を伸ばして再実行したのが、今日見せた485秒の結果です。それは大事な補足だね。そしてもう一つ、実はこの台本自体も、今日名前が挙がったモデルたちと同じ、クロードの系列の AI が書いています。比較する側とされる側が同じ家族だという事実も隠さずお伝えします。自分の親戚を検算しちゃうの面白いね。よかったら高評価やコメントで、あなたならどのモデルに仕事を頼みたいか教えてください。みなとミントでした。またね。